皆さんこんにちは。村上えりかです。平川ゆずきです。2000年生まれの8月13日です。A 型です。MBTI は ENFJ の主人公です。2001年10月27日生まれの22歳です。で、血液型は A 型で、MBTI はなんか E なんちゃろかんちゃろみたいなエンターテイナーみたいなやつです。 ESFP ね。ね、多分それです。ゆずやんとマリー、最初らへんか、なんて呼んだらいいですかみたいな時に、なんかマリーを今回の現場で広めたいんだって言ってたから、じゃあマリーって呼ぶねみたいな感じで、なんか姫野がマリー・アントワネットみたいなとこから始まって、でもあれ、そういえば私ってミドルネームマリーだなって思って、でしかも奇跡なのが、まだ言ったことないんですけど、リタって私のカナダのおばあちゃんの名前なんですよ。そうだよね、言ってくれたもんね、現場でね。そう、私のカナダのおばあちゃんの名前でしたもん。言ったもんね。そう、それ運命。運命ってこと。運命。なんかちょっと世話焼きなところは、私長女だからなんか分かるなーって思うところはめっちゃあります。逆に違うのは、そんな強くないです、私自身。ハートが強い子じゃないので、そこは憧れます。どうですか？似てるとこなんだろうね。でも人間味は結構あるかもしれない。ちょっと能天気なとこもあるし、でもそのちゃんと仕事っていう、なんかね、やるときはちゃんとやるしみたいな、その切り替えがあるっていう面では、そこは似てるかなっていうのがあって、似てないとこなんだろう。不動と多動でしょ。あ、そうだよ、マジでそれだ。じゃあなんかさ、役で不動なんですけど、本当は多動です、めちゃくちゃっていうのが真逆かなって感じです。自分を動物。でも私あるわ、最近リアルタイムですね。待って、じゃあ先どうぞ。タヌキ。タヌキ。そうって言われた、現場で。顔確かに。顔がね。今のメイクもすごい赤ちゃんのタヌキみたいな。赤ちゃんのタヌキって何？赤ちゃん、もう私赤ちゃんだから。赤ちゃん推しだね、なんか。そう、めっちゃ赤ちゃん。あ、本当。なんだろう、私。自分は動物、怠け者？なんかゆっくりゆっくり力抜いて動いてるのが憧れ。憧れなんだ。なんだろう。ワンタッチ。はい、まつげ。あ、そうだよね。まつげすごいもん。めっちゃ綺麗。どう？私はなんだろう。でも目かな。目。確かにこの垂れ目がさっきのタヌキっぽいのかな。そうかも。可愛い系みたいな。そうね、そんな気がする。赤ちゃんじゃねえよ。ツッコミがうまいって思ってる私。あ、出た。最初から言ってる。出会った最初からもうゆずやんは全部のボケを拾うから、もうみんなのツッコミ役って思って。あ、確かにそれはそうかも。でもね、マリーは正直ね、ボケてるのか天然なのかたまに分かんない時あるから。でもボケる時はちゃんと合図してる。そう、なんか最近はなんか行くよ、拾ってね、笑ってねみたいな最初になんかこう合図出してからやってる。それを見て、やってる。分かった、行くよっつって、また拾うよって言って、そのままなんかこっちがお姉ちゃんみたいな感じかも。でも逆転するってあるよね。あるけど、まあでもふざけてる時はこっちがお姉ちゃんにしてくれる。確かに。ふざけ合いのコンビかも。
そうだね。結構ふざけてる。まあもちろん真面目なとこ。でも2人の時あんまなくない？誰かしらいるじゃん絶対。で誰かしらがボケるから突っ込みに行かなきゃいけないじゃん。いつも突っ込んでるんです。確かに突っ込み回ってるずっと。結構全部全部ね言っちゃってんだよね。全部言うけどね。そうなんだよね。あれ言ってない。お寿司一緒に行ったらカップルシーン。そうだそうね、撮影終わりにマリーがなんかお寿司の気分じゃないみたいな言い出してでお寿司行ったらなんか通された席がなんかめちゃくちゃ周り空いてるのになんかなぜか通されたのがなんか横並びのカップルシートみたいなところで前壁でみたいな気づいたらなんかね隣同士でこうやって一緒にお寿司食べて、隣同士でこうやってそうだよねって言いながらそうカップルでお寿司食べました。食べたっていう話がある。それまだ話したことなかった。話してないね。話してない。コーヒー屋さん連れてってもらった。そうだね。コーヒー屋さん一緒に行って、ランチお昼から集まってねランチして夜たこ焼きやりに行ってとか。たこ焼きやったね。夜たこ焼きやってカラオケ行って締めのラーメン食べて帰る。やばかったね。楽しかった。あれめっちゃ楽しかった。私は本当に楽しかった。私も本当に楽しかったです。なんか本当初めてこういうなんかファッション雑誌みたいなやつに出るってなったんでちょっと緊張したんですけどいっぱい引っ張ってもらってかっこよかったです。そんなことしてないんです。私はもう素の自分すぎてここで話してる自分すぎて新鮮だったけど、でもそれがめっちゃ楽しかった。本当？本当にいつもありがとうございます。よかったね。よかったね。ビビモデルだ。ビビモデル。もう自慢しちゃうんだから。自慢しちゃう。ビビモデルだからって現場で自慢します。自慢してます。だから6人めっちゃ悔しがると思う。みんな出たいって言ったからね。そう。みんな俺はビビモデルになりたいって言ってるからぜひ6人の企画をよろしくお願いします。確かにポージングも練習してるから。そうポージングもやってるし。ビビのポージング練習してるんで。なので次は6人でよろしくお願いします。お願いします。ビビ2月号見てねー。バイバイ。その直接は言ってなかったんですけど、でもなんかもともと知ってたから、すごいなんか可愛いと思って、でなんかその役的にもなんかお姫様みたいな役だったら本当にリアルお姫っていうかなんかお人形さんみたいな。私はなんか初めて見た時にそのみんなが性格男っぽいって言ってたじゃん。本当にさっぱりしてると思ってたの。でもなんか実際やったらめっちゃ喋るしめっちゃ多動だし人が見えないところにめっちゃ気がつくんですよ。なんか撮影でなんかちょっとミスっちゃったなみたいなとこあってもなんかすぐにフォロー入るし、なんかそこはなんだろう気配りとかめっちゃできるなって思う。なんか私はこんなにふざけられる相手ができると思わなくて、なんかビビのモデルの時とか普通の仕事の時って年上の人も多いし、なんかなんだろう仕事しなきゃみたいな、これはお仕事ですみたいな感じで今までやってきたから、なんかお仕事だけどこんなに友達みたいにバカこんなにバカやって許されるんだみたいな、それをなんかこうやって笑ってくれるし、でそれがなんかいつの間にか当たり前になってるなっていうのは思った。いやでもなんかすごい予想の斜め上の行動とかをよくするからなんか見てて飽きないっていうかすっごい面白いです。なんかこんなことやっちゃうのみたいな、こんな可愛いのにみたいなとかも全然あるから、それが本当に1年間一緒にいても飽きないってことは今後も飽きない。もう常に更新してくれるんだろう。それをやらせてくれてありがとう。でもさ面白いからね見てると。ありがとう。面白い。ありがとう。